動画をご覧の皆さん、こんにちは。前回の動画では、シンガポール航空ビジネスクラスに乗った様子をご紹介いたしました。今回はその動画の続き、バンコクからベトナムへ移動し、ベトナム旅行をする様子をご紹介します。では、ベトナム旅行のルートのご紹介です。まず、バンコクからホーチミンへベトナム航空で移動します。続いて同じくベトナム航空でベトナム乗り島フーコックへ移動します。そして、フーコックからはベトジェットエアでバンコクへ戻ってきます。バンコク発のベトナム周遊すべてエコノミークラスで合計 41,477 円とベトジェットエアのチケットだけ預け荷物 OK だったりで少し高くなっています。ではスワンナプーム空港です。はい、では一夜明けてスワンナプーム国際空港に戻ってきました。今日はここからベトナムはホーチミンに向かいたいと思います。今日予約したのがベトナム航空なんですけど、カウンターはどこなんだろうか。ここはエアーズ。スワンナプームね、広くてカウンターがどこなのかがまずわかんないですよね。ちょっと探していってきたいと思います。見つかりました。ベトナム航空は L ですね。ANA とかと一緒だ。ANA とはね、アライアンス違うんですけどね。どこら辺なんだろうか。これがファイヤーフライ、奥にありましたね。じゃあそこで、もうウェブチェックインが終わってるので、荷物預けだけです。だと思います。はい、今、チェックインが終わりました。ただちょっと多分、ホーチミンに行ってフーコックに行ってまたこのバンコクに戻ってくるっていうのがベトナム航空で完結しないので、なんかチェックイン結構戸惑っちゃったんですけど、まあ無事終わりました。で、今このスワンナプーム空港が出国検査に時間がかかるっていう風なニュースが出てたんですけど、まあ、ご覧の通りなんか5分ぐらいで通過できるっぽいので、ちょっと空港内少し回ってから、ゲートに向かってみたいと思います。やってきたのはタイに何店舗もある有名なフライドチキン屋さんボンチョンチキンです。このドラム4本と飲み物漬物で1600円ぐらいでした。ちょっとやっぱ空港だから高いですね。そんなことであっという間にベトナム航空の出発が近づいてきております。ではバンコクスワンナプーム発ベトナムはホーチミン行きの飛行機です。VN600 便、機材は A321 ツインジェットです。航行時間は、約1時間半を予定しております。ベトナム航空はスカイチームのアライアンスになりますので、私の持ってる JAL のステータスも当然持ってないスターアライアンスでも全然関係がない、3つ目のアライアンスチームとなっております。では乗り込んでいきます。座席の幅はこんな感じで、まあ一般的な、アジアのエコノミークラスという感じの印象です。で、1時間半の、航行時間でありますが、なんと機内食が出まして、サンドイッチとフルーツ、あとお水が、もらえるようになってました。ただこのサンドイッチ、ちょっとパンがかなり硬くてですね、あまり美味しくないのでほとんどいただいておらず、このドラゴンフルーツとかのフルーツの方をいただいておりました。フルーツはすごく美味しくいただいております。もう1時間半ですとあっという間にホーチミン市に到着いたしまして、空港に着きましたら置き止めでバスで、空港まで移動いたします。この入国検査がかなりの長蛇の列で並ばされたなという印象でした。で、降りた時は、晴れていたんですけど、ここ入国した瞬間大雨でですね、なんかもう台風のような天気でした。で、いつもの東南アジア、お得意のグラブを使ってホテルまで移動いたします。今回のホテルは相鉄グランドフレッササイゴンというもう日系のホテルになります。日本人街近くにあるですね、すごく便利な場所で、だいたいグラブで、800円ぐらいで、来ることができましたので、空港も近くて便利です。はい、じゃあ相鉄フレッサイン、ルームツアーします。ちょっと5分ぐらいね、待ってくださいと言われたので待ちましたけども、全然待った甲斐ありって感じです。ちゃんとね、やっぱ日系ホテル、スリッパが嬉しいですね。で、部屋着もありますね。あと、招集剤もある。で、コーヒーとか水とかもあるし、そこもちゃんと、全部空っぽでした。結構ね、広いね、こういうエリアがあるとすごい便利なんですよね。こっちもめちゃくちゃ綺麗。去年の6月とか7月にできたってですね、すごい新しいですね。ピカピカ。これはいいんじゃないですかね。ほんともう日本のホテル来たみたい。で、こっちがトイレと、まあ、さすがにね、バスタブはないですけど、ウォシュレット付き。まあね、
あんまりこう日系のホテルっていうのも味がないっちゃ味がないけど、安心は安心ですよね。はい。じゃあこの後ベトナムホーチミン市内散策してみたいと思います。ちなみにホテルの最上階はプールとジムになっておりまして、もう結構広々としたルーフトッププールになっておりました。そしてサイゴン川も近くに見えるというような景色です。市内を散策し、パークハイアットサイゴンのあたりまで来ました。ここで両替についてちょっとお話ししたいと思います。当時行ったベトナムドンが Google レートで1円 163.51 ドンということでしたが、ここの写真に出ている、これなんていうものかな、ファンロンカンパニーさんみたいな、ちょっと時計屋さんと一緒になってるような両替屋さんだったんですけれども、ここで1万円を出しましたら、165万8000ドンというような、両替結果になりました。なので Google レートよりちょっとレートが良いですね。で、このベトナムのドンってすごく桁数が多いので、3桁。なので、1000単位で結構表記されることが多いので、100K とか、もう100ってそれだけで書いてあるケースがすごく多いです。で、大体このレートぐらいだと、その書いてある100とかの数字に6をかければ、大体その日本円の600円ぐらいに相当するので、そんなような計算で、考えておりました。さて、せっかくホーチミンに参りましたので、このベトナム戦争小石博物館というところにやってきました。ベトナムは日本が第二次世界大戦が終了した後に、大きな南北戦争を経験しています。その時の、兵器であったりですとか、その現地の様子っていうのがこう博物館として残されているものになります。で、日本語のガイドマップもありましたので、このガイドマップに沿っていろいろなギャラリーを見ていく学校になるんですけれども、結構痛々しい写真ですとか、映像とかっていうのが展示されています。これを経て今平和なベトナムがこうあるというところはすごく痛感するところではあるんですけれども、普段のね、お酒飲んだりご飯食べたりっていう観光と別にこういったところを見て、歴史を知るっていうのもすごく大切なことなんだなというふうに知らされました。入場料も300円ぐらいで入れますので、ぜひ行ってみたらいかがかなと思います。さてちょっと気を取り直しまして、せっかくベトナムに来たので、ご飯をいただきたいと思います。このプロパガンダというレストランでして、なんかこんな感じでモダンなおしゃれな壁画が書いてあるんですけれども、ここでバインミーを注文いたしました。で、ここのバインミーがですね、110K なのでだいたい600、700でやや高めのバインミーですけれども、めちゃくちゃパンがふわふわで美味しかったです。で、こちらともう一つおすすめ。このレストランソイナというところです。このジュースがドランコントメロンとかっていう、もう中国とかベトナムにしかない果実のソーダですごいこれも甘くて美味しかったのと、これがチキンフォーです。汁なしフォーみたいなこう混ぜて食べるタイプのものでして、こんな感じで食べます。二つ合わせて 100K、600円ぐらいなので、もう結構ベトナムやっぱ安くて美味しく食べれるなという印象でした。今日の夜はセブンイレブンで買ったこのアップルのスパークリングサイダー、アルコール 4.5% と今流行りの氷のカップですね、買いました。この氷のカップが日本円で20円ぐらいですね。こっちのサイダーの方が高いかな、300円ぐらいすると思います。はい。じゃあ今日はこれを飲んでお休みします。はい、朝4時33分のホーチミン空港です。ホテルを4時に出まして、だいたい20分ぐらいでタクシーで空港に着きました。で、そこからチェックインして、保安検査抜けてというのがこの時間になります。朝だったんで道は空いてましたし、チェックインとか保安検査もガラガラですね。そんなに混んでない。はい。あと、ベトナムの人もやっぱり結構せかせかするのかな。すごいテキパキとやってるんで早いですよね。朝こんなぐらいしか空港人いないですけども、お店はいくつかやってます。ではこの後6時発のフーコック行きの便に乗りたいと思います。空港で買ったバインミーとコーヒーアメリカーノで、99、ですね。ベトナムの。なんで、大体600円ぐらいですかね。はい、では腹ごしらえも終わりましたので、8番ゲートから搭乗を開始していきます。また置き止めでありますが、朝日の綺麗な空港の中、乗り込むことができました。なんとちょっと珍しく飛行機の後ろから、搭乗しております。VN1821 便で、フーコック行き、フーコックまではもう1時間で着いてしまうというフライトになっています。
この出発時刻が朝6時ということで、こんな便ガラガラかなと思ったんですけれども、ちゃんとしっかり隣まで、埋まっているぐらいの埋まり具合の、搭乗率でした。ちょっとね、隣のおじい様の肘がガタガタと当たるのが気にはなりましたけれども、1時間ですので、実際に飛んでる時間なんてもう本当に30分、40分ぐらいしかないので、あっという間というところです。早朝ということですぐに寝てしまいまして、途中水をもらって起こされちゃったんですけれども、またもう一回寝て起きたらもう着陸態勢に入っていました。本当にあっという間でした。ホーチミンからの移動結構楽かもしれないです。一回乗り継ぎがあるのでね、日本から来るときは大変かもしれないですけども、フーコクとホーチミン経由はなかなかおすすめかもしれません。はい。そして飛行機は無事定刻通りに到着となりました。フーコックの空港に到着後ですね、ホテルに一旦は向かったんですけれども、その様子は次の動画でご紹介したいと思います。ここからはですね、後半戦、フーコックのビンワンダーズというテーマパークにちょっと行ってみたので、その様子をご紹介します。はい、やってきました。ベトナムのディズニー、ビンワンダーズフーコックです。やばくないですか、これ。ベトナムにこんなので、皆さんね、これ何が一番怖いって、この周りにある建物ほとんど空き家です。多分看板があるところぐらいで、あと全部空き家。怖っ。今回のチケットはいつものおなじみ PayPay Day で買いまして、だいたい6000円弱ぐらいでした。このテーマパーク料金とウォーターパーク、プールですね、がついたセットになっていますが、水着は持ってきてないので、今日はテーマパークだけ回っていきたいと思います。ちょっとテンション上がりますね。テーマパーク好きとしてはかなりニヤニヤしちゃう感じ。入ってきます。はい、入りました。もうどう見てもワールドバザール。開園9時ですけども、全然人がいなくて空いてて快適ですね。KKD で買ったチケットは再入園不可と言われましたので、もう1回出たらおしまいとのことです。今日はね、そんなに長くいるつもりはないので、いろいろ見たらもうホテルに帰ろうかなと思っていますが、なかなかよくできてますよ。お茶屋さんがある。あとお茶買いたいな。ピザ屋さん。今日のチケットはランチ代も入っているので、後でランチも食べてみようかなと思います。ちゃんと屋台がある。タイガーとかもあった。肉まんとかもあるんだ。辛ラーメンある。あれアイアンマンじゃないかな。ああいうのも OK、 何でも OK なんですかね。パークの全体像がちょっとあまり把握できないんですけど、こんな感じですね。お城の前では夜噴水のショーがあるみたいなんですが、私は今日は昼には帰っちゃうので、それ以外のところをぐるって回りたい。結構広いな。奥にあるのスプラッシュマウンテンみたいなやつですかね。ちょっと一個ずつ見てみないとわかんないな。ぐるっと回ってみます。TBR 的に言うと、後ろ向かって左側がアドベンチャーランドなんですけど、やっぱりちょっとね、アドベンチャーランドっぽい感じになってるんですよね。台風ワールド、これがウォーターパークなのかな。なんかでもまだゲートが開いてないからあれですけど、本当にこの辺りも広くて、何もどこにあるんだろう。奥には観覧車が見えますね。こんな上にお城がある。誰のお城がある。まず謎すぎるんだが、アラジンかな。乗り物がね、どうでも9時半とか10時からなんでね、何も乗れない。ただなんかだらだら周り見てってだけ。アリスっぽい乗り物らしい。乗り物？回覧していくやつなのかな。これまずいでしょこれ。アリスじゃん。ウォーキングツアーなんですね。10時からだそうです。これはほぼ 100% ビーストですね。
こっちが、あれですね。いいですかね、これ。あれ今とかちょっと良くないけどな。ここはなんだ。いけません、お客様。これは。いや、もうね、ふざけすぎててね、ちょっと面白くなってきますよ、これ。これ一回来た方がいいな、みんな。アラビアンコースト的な、いきなりいるからびっくりする。いや、ほんと人いないです。お客さん、さっき3組ぐらいしか会ってないの。これは何のあれなんだろう。アラジングランドプレイスツアー。100センチとか書いてあるから乗り物じゃないですか。マハラジャラ。なんか心なしかカレーっぽい匂いがしてきますね。ご飯。でもだってディズニーシーじゃん。だからカレーの匂いがしたんだ。カレー食べようかなとね。美味しそう。こういうのの試運転中と。全然9時ぴったりに始めるつもりないじゃん。ザ・テンプル・オブ・ザ・イシス、マジック・ギザ。もう完璧ですね。ウエスタンフロンティア、ウエスタンランドやん。しかもちょっとファニーな感じの。いや、フーコック来てこんなことを体験できると思わなかった。青い海を見に来たつもりがマルパクリパークをゲラゲラ笑いながら見てるって謎のなんか状態になってますね。このね、馬に乗ってね、ぐるっと回れますよ的な乗り物ってことですね。なるほどね。はい、これでぐるっと一周してきた感じですね。いやー、すごいな。なんかたくましいですよね。しかし9時に開いて1時間後にアトラクションというのもなかなか酷なものがありますね。でもまだあっちの奥の方行ってないな。なんだ回転ひねりみたいなジェットコースター、面白そうですね。あれにも乗ってみたいし、このお城のやつが9時半からなので、それにちょっと乗ってみたいなと思います。Qラインが暗すぎて怖いっす。もうすぐ乗り場っぽいな。もう乗り場？これ乗り物じゃないですか。行ってみます。さっきのお城の中の乗り物は、トイ・ストーリーマニアのおどろおどろしい版みたいな感じのやつでした。なんか8000点ぐらい取れましたけど、あれが正解だったのかわからないな。さっき一周しているところで通んなかったエリアに今来ています。この辺りの乗り物はどういうのだ。こういうぐるぐる回る系のやつとかですかね。あとこっちはこれがローラーコースターかな。アキレスシールド。これも10時から。Game is hosting sorry for this convenience。 やってないみたいですね。残念。このエリアは、どう見てもロストリバーデルタ感がありますね。これで行き止まっちゃうのかな。とか、このやってない乗り物と、この上にバーンって上がるやつ系とっていう感じの具合ですかね。これも乗り物だ。これもでも乗り物っぽいな。ザ・イーグル・ウォリアー。テーマパーク大好きなんですけど、これも標識だけで大体、なかなかこう、激しそうなアトラクションだなとか分かるんですよ。130センチ以上がね。これ面白そうだなと思って。こんなエリアは水とか出てこないかな、床から。なんかそんな雰囲気ある。なんか時間が時間だから何やってないですよね。トイ・ストーリーマニアみたいなやつも5、6分くらいで終わっちゃったしね。もうそろそろ10時だから、いろいろ全部バンと開くんじゃないですかね。はい、ちょっと楽しみです。はい、もう時間10時までまだ20分くらいあるので、
朝からすいませんがビールを飲んじゃいます。あまりにもお客さんが過ぎて、お店入ったらお姉さん驚かしちゃいました。ゲラゲラ笑ってた2人で。このタイガービールは330で45なので300円ぐらいですかね。遊園地価格だったらめちゃくちゃ安いんじゃないですかね。 TDR とかも800円ぐらいするしね。ぐるっと回ってみて乗りたなと思ったものがいくつかあって、それを抑えてしまえば多分12時ぐらいにはやることなくなっちゃうような気がしますね。ただプールがあるのはいいかな。プール面白いじゃないですか。ここでねプール入って、暑い時はプール入って合間にアトラクション乗ってね、最後夜ショーまで見たら再入園できなくてもいいかもしれないですね。ちょっとここでのんびりビールでも飲んで待っていきます。ちょっとね、なんかインディ・ジョーンズ的な雰囲気もあるんですけど、多分ねこれ絶対プレショーやってたはずなんかそんな気がするね。本当にいないんですよお客さんで。実はこれもう乗り場まで行っちゃったんですけど、そしたら7分待ってって言われたんで、もう撮影しようと思って戻ってきてます。で抜けるとほらほらほら、こんな感じ、エロイム・エッサイム的なね、悪魔くんみたいな幻想的で、ここの入り口を進むと乗り場なんですね。でね、なかなかね面白そうですよ。7分でも待つ価値あると思うな。ほらちょっとね乗り場が見えると思うんですけど、こんな感じでちょっとぶら下がり方コースターみたいな、ちょっと楽しみです。いやちょっと面白かったですよこれ。フライングダイナソーとスペースマウンテン足して短縮した版みたいな感じでした。めちゃくちゃ面白かった。でも足がぶつかりそうで、どうしてったら正解だったのかよく分かんなかったですね。はい、観覧車久々です一周なんか20分かかるよくれましたね。何がいいってクーラーが効いてることが最高ですね。もちろん貸し切りなんですけど、いや暑い。フーコックのテーマパーク唯一の弱点は暑さかもしれないですね。ムシムシしてすごい暑い。あと蚊にすげえ刺されてます。ちょっと虫除け持ってこないときついかもしれない。アレルギーの人とかで、これからちょっと景色をね撮影していきたいと思います。今ね4分の1ぐらいまで上がってきました。この景色だけ見るとね、もうディズニーなんですかね。ちょっと目を細めてたら分かんないぐらいな感じです。ウォーターパークがね右手にこれちょっと裏側を見てる感じですけど、はい、間もなく頂上あたりですね。今日来た入り口冒頭で撮影したところなんですけど、ご覧の通り張りぼてですね。来た道の建物沿いもわーすごい建物が並んでるなと思って見たんですけど、多分実態は1部屋ぐらいしかない感じですね。多分あそこもどんどんこう埋まっていくんだろうな。お店とかね、レストランとか、まだまだね、今日のこの好き具合だと、今ローシーズンってさっきもホテルの人が言ってたんで閑散期ではあるとは思うんですけど、にしてもちょっと少なすぎるんでね、これからどんどん集客していくんじゃないかなと思います。この奥にはゴルフのコースも見えるし、ちょっとこっちの方だとビラみたいな別荘みたいなやつですかね、並んでたりします。天気がねあんまり良くないんですけど、パーンって遊ぶくらいでこれくらいがちょうどいいですね。あんまりねギラギラに暑い日だとちょっともう歩くの嫌になっちゃうなって感じがします。はい、じゃあ今度は下っていきます。前になんかあったんですかね。なんか遊園地の跡みたいな格好になってるのと、やっぱここに大きいお城が跡があります。もしかしてもともとあったテーマパーク、もしくはビングワンダーズの前身みたいなのをこっちに持ってきたっぽいですよね。だってあそこに見えるのってなんかいつはスモールワールドっぽくないですか。位置的にもねそうなんですよ。このメリーゴーランドの位置とかね。なるほどな。じゃあこっちからこの右側にこう持ってきたという格好なんですかね。拡大して、元々なんかの遊園地があったかもしれないですよ。
なんかもう見てると古めかしい乗り物というか昔ながらの乗り物みたいなのがあったので、もしかしたらそういう歴史なのかもしれない。ちょっと雨がすごくて野外のアトラクションは中止してしまっているので水族館に来ました。結構すごいリアルマーメイドラグーンみたいな、立派ですね。クラゲだ。クラゲうようよ。こんだけ人がいなきゃね、子供も叫びなくなりますよね、それはね。クラゲと思ったら急に金魚とか、金魚じゃないかな、金魚じゃない。すごい。ちょっと変わったさかなクンたちですね。さらにディープゾーン、深海魚ってことかな。歩けるリアルマーメイドラグーンって感じで結構面白い。涼しくて天気悪い日にちょうどいい。幻想的なね感じだし。ペンギンです。ペンギン大好き。可愛すぎる。すごいね、ここ。こんなにペンギンがいる。反対側にもいました。氷に体つけてる。むちゃくちゃ可愛いじゃないですか。はい。うわ、腹回してる。犬の仲間みたいなね。よくできてますね。いや、ここのレストランもおしゃれですね。どうしてもね、この色味とか雰囲気、海底2万マイルの世界ですよね。しかもディズニー。よくできてる。品川水族館にこんなんありましたよ。でもね、おしゃれですよ、本当。どう見てもこの看板のフォントが海底2万マイルとかミステリアスアイランド地区なんですよね。ウエスタンスチームトレイン、あれっすよね。天気悪かったからやってないのかな。エントランスワールド管理バ鉄道でした。めちゃくちゃ面白い。もうこのラクソめちゃくちゃ面白い。まあ大体どこにもありますけど、本当に飽きないですね、ここ。多分ちょっとね、もう数時間で帰ろうと思ってるんでサクサク回ってますけど、ゆっくりいたら結構面白いんじゃないかな。笑っちゃうんだよな。なんか指若さセカンナンバーワンはですね、スタッフの人が普通にバイク乗って園内走ってるっていうね。全然いいんですよ。全然いいけどめちゃくちゃ面白いなと思って、シュールすぎて。十分楽しんだ後はランチを食べました。ミールクーポンというのがチケット代に含まれておりましたので、こちらでカルボナーラとタイガービール、だいたい 250K で1500円ぐらいのものもこのチケット代に含まれているので、安くランチも食べれたなと思います。まあということでですね、だいぶもうぐるっと回れて楽しめたので、これで退園、ホテルに向かいたいと思います。想像よりですね、すごく面白かったですし、やっぱり空いているっていうのはすごくいいかなと思います。あと東京ディズニーリゾートみたいにアプリをずっと見るんじゃなくて、なんか目の前にあるものを見つけては乗るみたいな、なんか昔ながらの楽しみ方ができたのはやっぱ面白いなと思います。はい。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。